生活の糧です。基本的に私貧しい家族っていうか周りが全部貧しかったので、よくあるボクサーのハングリースピリットと同じように、どうやったら飯食っていけるのかなとか、どうやったら今の生活よりもベターになるのかなということを幼少時代よく考えていたので、できれば普通の賢い子たちのように、例えば、お医者さんになったりとか弁護士になったりすればこういった貧困から抜け出せるのかなと思ってたりしました。しかし中学1年の時に自分がすごいアホだということに気づかされてしまって、かつ高校になったらもうそれが絶望的であるということが分かり、他にやることがなく、その時にアニメーション映画を見て、自分だったらこういうエンターテインメントのバカバカしい笑いとかそういうものだったら手伝えるんじゃないかと思って絵の道を志しました。しかしその漫画やアニメの世界も大変狭き門で、自分はうまくそこにはたどり着けず、仕方なく美術大学の日本画というところに入学せざるを得ず、そこから自分のキャリア始まってます。ただ日本画は入りたくなくて入った世界なんですけど、当時バブル経済の後押しを得て、25歳ぐらいからの助手の先生方も2年ぐらいで家が建つぐらい爆儲けしてました。なので自分としてはその日本画でやっていこうと思ったんですが、どうしてもその日本画の世界の人々とのコミュニケーションがうまくいかず、かつそこにたむろっている業界の方、評論家の方の権威主義、もしくはその全然意味不明な価値基準みたいなものに合わなくて悶々としていたんですが、そんな時に大竹伸朗さんの展覧会を見てすごく胸をすくような思いをして現代美術の世界に入ってきました。なので、自分としては、あれもダメこれもダメそれもダメ全部ダメで、だったらもう儲かんなくてもいいから大竹さんのように若い子たちに、自分もその時若かったんですけど、胸のすくような思いをさせるような現代美術の世界に入って、思う存分暴れてやろうと思って入ってきたんですが、最初は、10年間ぐらいはボランティアの方たちと一緒にやってたんですけども、そのボランティアの方たちが一生懸命、今回も結構みんな一生懸命やってくれてますけど、僕結構人を動かす才能があって、もうみんなすごい頑張ってくれるんで、それをずっとただ働きしてもらうのも申し訳なくて、それで会社組織にしたんです。でそれから結局その彼らを雇うためにやっぱりまた今度お金との戦いが始まって、で、ずっとそのお金を得るためにその芸術とお金をどうやって合致させればいいかということで今まで来たので、その意味で本当に、芸術は何ぞやといえば自分の生活していくための糧であって、基盤であるので、それ以上でもそれ以下でもありません。ありがとうございます。はい、あと村上さんのその YouTube を拝見していて、はい、脳のドーパミンを出すボタンみたいなことをおっしゃってすごく面白いなと思ったんですけど、はい、そういった人への影響というかどういう作用を与えるものかというのを。そうですね、ある一定のクリエイティブなリテラシーを得た時に、人間はそのリテラシーの中で最新のものに出会うとものすごい興奮するんですね。僕がよく覚えてるその興奮の一個の事件に、宇多田ヒカルの「オートマティック」っていう音楽が流れてきた時、ラジオで驚いた記憶があります。で自分はそんなに音楽に詳しくなかったんですけど、当時渋谷系とか、グランジのロックとかを聴いていて、でヒップホップもあったんですけど、宇多田ヒカル日本人がそのヒップホップの文脈を携えて、かつ日本のポップっていう流れの中で特に歌謡とそのなんだろうな、あれやっぱりエレクトロとかそういうものが全部ミックスしたものが出てきた時に興奮して、本当にラジオから朝の4時か5時ぐらいに聞こえてきたんですけど、その日のうちに調べついてレコードを買いに行こうとしたんですけど、レコードっていうか CD まだ売ってなかったんですね。多分日本中の人たちがそうなった瞬間っていうのがあったと思います、宇多田ヒカルさんが。そういうのがボタンを押すっていうことじゃないかなと思うんですね。要するにその CD を買いたい、なんでかっていうと、その瞬間ラジオから聞こえてきたそのものをもう一回追体験したいっ
っていう、新しいものに出会ってそれが何だか理解したい、そういったことが芸術におけるボタンを押すっていうことじゃないかと思ってます。